復活させたいです。あ、復活してきた。あー、すごい。これは細く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 。あー、いいですよ。早い。ここに行かなくてもいいから書いてる最中にあんまりこう考えなくていい。もう思いついたままに書ける。ここだと。あ、これはいいですね。こんにちは、アミティ先生です。本日はですね、Apple Pencil Pro 新しく出たやつですね。こちらの開封レビューをやっていきたいなと思います。Apple イベント行かせてもらってですね、いろいろね iPad の製品出ましたけど、私はもうこの Apple Pencil が一番興奮いたしました。クリエイティブやってる人だったらね、もう絶対使ってほしいなっていう商品なんですけれども、ちょっとこちらをですね、今日は使ってみたいなと思います。で、合わせてね、iPad Air、こちら13インチですね。これと、あとスマートフォリオもあるので、これも一緒に合わせて開封していきます。iPad Pro に関しては前回の動画で紹介しているので、そっちもよかったら見てください。じゃあこちらを開けていきます。こちらね、iPad Mate Studio 新しくできましてですね、5月の20日オープンなんですけれども、早速ね、もう YouTube スタジオとして使っておりまして、めちゃくちゃね、スタジオとしても使いやすいですね。本当に最高の場所で。開封レビューということで、はい。Apple Pencil Pro。前の Apple Pencil と形とかは全然変わらないので、はい、これ開けた時のワオみたいなのはないんですけれども、で、今回なんかね、ケースが4種類あるみたいで、アミティ先生のところには青がやってまいりました。次、iPad Air 13インチ。あ、来ました。おー。もう前の iPad Pro とほとんど同じ仕様ですね。この13インチの大きい iPad で紫色ってめちゃくちゃ新鮮ですね。はい、こちらも開封しました。スマートフォリオの13インチの紫。で、こんな感じ。あ、かわいいかわいい。ね、大きくても可愛らしい色合いで、4色展開なので好きな色ね、パープルカラー。私は紫すごいいいなって思うんですけど、水色とかも結構綺麗かも。で、13インチの画面の大きさで、カメラが1個でしたね。なので、ライナースキャナーとかこう 3D 系のやつやりたい人は、iPad Pro の方が、このスキャンの精度が高いので、まあそういうの使わない人は iPad Air でも全然いいかなと思います。はい。ということでですね、早速 Apple Pencil からお手並み拝見というところなんですけど、まあ見た目はね、全然変わらないです。で、今回アップデートしたのが4つかな。まずね、スクイーズって言って、ここをギュッて押すと、こう、なんか出てくるやつですね。で、ギュッて押すと、こう振動がね、今もギュッて押した瞬間、なんか、こうつまんでるような感覚があります。で、何かアクションを起こすたびにここに振動が来るので、自分が今何してるか分かりやすいっていうのがこれですね。で、Apple Pencil をこう傾けた時にこのペン先の形が変わるって感じですね。もともとはね、もう角度変えても変わらなかった。もう本当に筆圧しかね、変更することできなかったんですけど、角度も変えられると。あと、ファインド機能ですね。これ、地味にめちゃくちゃありがたくないですか？もう私もね、2本ぐらい Apple Pencil なくしたことあるんですけど、多分皆さんもあると思います。ファインド機能あってくれと。切実に願ってようやく来たということでね、どっか行ってしまっても iPad だったりとか他のデバイスでどこにいるかっていうのをですね、検知してくれると。こいつ自体から音とかは出ないんですけども、簡単にね、探すことができるということでございます。はい。じゃあちょっとね、早速書いていきたいと思います。じゃあちょっとね、フリーボードで試してみたいなと思います。フリーボードもね、お絵描きのツールがあって、ここのペンのところを押すとね、こんな感じでパレットがたくさん出てきて、ここでまあいろいろ描けるんですけど、いちいちね、ここ押して、こうして、みたいな。こういうの結構めんどくさいでしょ？その時にね、もうここのスクイーズですね。これをギュッて押す。そしたら上に出てきますね。ギュッて押す。で、こうやってやると、シュッてやると、こんな感じでたくさんいっぱい出てくるんですよ。でもここですぐに切り替えられると。ギュッて押して、でじゃあ色変えようって言ってまた違うのやって、やっぱり違うペンにしようかな、みたいな感じで、めちゃくちゃ早くね、いけます。これちょっと最初ね、慣れるのが時間かかるんですけど、でも、
慣れてしまえばめちゃくちゃ早い。で、ダブルタップしたら消しゴムに切り替えてペンに切り替わる。これはもう前と同じですね。で、切り替わってる時とかね、今ここがピクピクってなってるんですよ。だから、切り替わったか切り替わってないかがすぐわかるんです。このペンがね、ギュッてなるたびにピクピクするので、すごくこう直感的にわかりやすく今何のペン持ってるかなっていうのがわかります。ギュッて長押しして、ここの戻るボタンですね。戻るボタンを押すと1個ずつ戻っていくんですけど、スクロールで戻る。長押しすると、こんな感じでホイールが出てきて、一気に一番最初まで、戻ることができます。すごい、戻ってるところに行くんだね、これ。こっちまで来ると、全部戻りました。進みたい。復活させたいです。復活してきた。すごい、これは非常に面白いですね。この復活させてる時、戻ってる時もここピク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 しております。ペンの傾きを、しっかりわかるのがこのマーカーですね。はい、マーカーを使うと、ここわかります？よいしょ、こうなってるか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 。こうね、書く前に、今自分のこのApple Pencilのシェイプがどんな感じかっていうのも教えてくれるんですよね。これホバーっていう機能なんですけど、1個前のバージョンからついたのかな。なので、こんな感じで、角度を変えてつけることができます。で、今日はちょっとね、プロクリエイトはまだアップデートというかされてないみたいなので、フリーボードでやっていきますけれども、時期にプロクリエイトとか、あとフレスコとかもね、対応してくるかなと思います。で、ここの Apple Pencil のジェスチャーなんですけど、いろいろ変えることができて、この点々点を押すとペンシル設定っていうのが出てきます。これ設定画面に映るので、設定画面から行っていただいても大丈夫なんですけど、ここがね、結構いろいろあって、例えば、スクイーズした時に何の、ツールを使いますかみたいなのを選択することができるんですね。で、今、スクイーズした時がツールパレット表示っていうのになってるんですけど、これをカラーパレット表示とか、あとショートカットっていうのがあります。で、ショートカット、今ね、これ、録音にしました、私。ショートカットのここをですね、タッチすると、いろいろ出てきてですね、ショートカットアプリですね、を、ここのギュッてやったスクイーズの時に呼び出すことができるんですね。なので、この録音のやつを押してみますね。今、これが、スクイーズした時にショートカット、録音になりました。で、戻ってみます。で、スクイーズいきます。ギュッ。はい。そしたら、こんな感じで、わかります？録音されてる。で、はい、ここ録音ボタンついてるので、今これ多分喋りが録音されてますね。録音されてます。はい。録音されてますね。すごいすごい。なので、このスクイーズですね。ギュッてした瞬間に何を使うか、何のツールを出すかっていうのはですね、この設定で選べるんです。必ずしもこれだけではなくって、Apple Pencil のね、ここのショートカットのところでいろいろ変えることができるというような感じですね。多分プロクリエイトとかでも、プロクリエイト内でこのスクイーズした時に何が出るかっていうのは自分で変えれるはずだと思います。で、シャドウはですね、これね、すごく伝えるのが難しいんですけど、今、Apple Pencil を乗っけた時に、Apple Pencil のこの形をしたシャドウがですね、ここに出てきてるんですよ。これね、ちょっと非常に今ライティングとかをしているので伝えるのが難しいんですけれども、Apple Pencil の疑似シャドウ、本物ではないシャドウがですね、ここにちょっとうっすら出てくるんですよ。で、そしたら、今こう近づいてるとか、この角度どんな感じでなってるとかっていうのがよりわかるんですね。はい、じゃあちょっとね、このマーカーペン使ってお絵描きしたいと思います。豚ちゃん描きますよ。慣れてきた。これでやるの慣れてきました。豚さんの花はこの辺かこの辺かで切り替えて、こういうところ、細かいところが描けるという感じですね。なるほどね。いいぞ。いい。こういうなんか線っぽくしたい時とかはこうやってやってこんな感じで変えれます。
はいはい、マーカーイラストっぽい感じでいいんじゃない？こっちは細く、こっちは太く。そうそうそう。で、こっちは細く。細く、細く、細く、細く。ああ、いいですよ。まあ、正直、慣れるまでは結構ここ時間かかるんですけど、慣れるとここを使えるようになってくる。どうしてもちょっとね、ここで最初スイッチしたくなっちゃうんだけど、ここでやってるとだんだん慣れてきて、こっちの方が良くなりますね。ここに行かなくてもいいから、書いてる最中にあんまりこう考えなくていい。こっち行ったりこっち行ったりって、もう思いついたままに書ける、ここだと。あ、これはいいですね。はーい、どうでしょう。完成でございます。豚ちゃん、完成。マーカーのこの角度を使って豚ちゃんを描きました。すごい描きやすかったですね。まあ、この角度もそうだけど、やっぱこれがすごい良かったですね。最初慣れないんですけど、これを覚えてしまうと、もうここに行かなくていいから、ここに行かなくて、ここに行かなくていいから、もうずっとこの調子で書き続けられる。ここでポチってやって書いて、ポチってやって書いて、ポチってやって書いてっていうのをひたすらできるから、気が散らないですね。気が散らない。ずっとここに集中していられるので、それがすごくいいなと思いました。はい。豚ちゃん、完成しました。はい。絵描いてたらですね、もうすっかり暗くなってしまったんですけれども、Apple Pencil、すごく良かったでございます。もう本当にね、私が一番いいなって思うのは、やっぱスクイーズと、あとこの振動があることで、今、私は何をしているかっていうのがですね、明確にわかるから、なんか考えなくていいんですよね。こっち押してみたいなの考えなくてよくて、もうキュッ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 って進めていけるから、本当にこう、絵を描くのが早くなるなってすごく感じました。で、この Apple Pencil Pro を使おうと思ったら、新しい iPad Air か、新しい iPad Pro を買わないといけないんですね。はい。意地悪ですね。はい、そうなんですけれども、この新しい iPad Air の一番ミニマムのやつで、9万円ぐらいだったかな。で、このやつは13インチなんで、ミニマムで12万円ぐらいなんですけれども、それとこの Apple Pencil ってなると、まあまあちょっとね、大きなお値段になるかなと思うんですけれども、絵をね、サクサク描きたい人はぜひね、これ使ってみてほしいなと思います。iPad Air 13インチなんですけれども、もうね、ほとんど iPad Pro なんですよ。1個前の M2 の iPad Pro ともうほとんど同じ。カメラが違うぐらい。それで12万円なんですよ。この前の動画で iPad Air 12万円で安いって言ったらですね、全然安くないって怒られたんですけど、前の iPad Pro と比べたらですね、13インチの大きい画面の iPad で M2 ね、積んでるし、最大1テラまでいけるし、それで価格は安いなっていうお話でございましたので、その、前よりかなり安くなって大きい画面をゲットできるということで、ぜひですね、お絵描き今回みたいな感じで、大きい画面でお絵描きしたい人だったりとか、あと動画編集とか、あと 3D モデリングとか、本当に大きい画面で操作したい人はぜひぜひおすすめでございます。あとこのね、パープルカラーっていうのが私すごい可愛いなって思いました。めっちゃおすすめ。なんかね、直立してますけどね。わかります？前のスマートフォリオってもうちょっと斜めじゃなかったっけ？とんでもなく直立していてですね、これ大丈夫かなって感じなんですけど。まあ、それは置いといて。はい。こんな感じが iPad Air と Apple Pencil Pro でございました。面白かったらですね、ぜひいいねボタンを。あと iPad Pro のレビューね、まだ見てない人は1個前の動画で紹介しておりますのでよろしくお願いします。で、こちらですね、iPad Mate Studio 5月の20日オープンでございます。もう大人はですね、本当に大人気で、満席なのかな？今もうほぼほぼ満席っていう状態でございます。で、キッズはですね、まだ席空いてますので、ぜひ自由が丘の周辺で通える方、
この素敵な空間で授業ができますので、今日書いたみたいなね、豚ちゃんも書けるように教えますので、はい、いろんなね、iPad クリエイティブを学んでほしいなと思います。応募したい方は、ウェブサイトがですね、概要欄の方に載ってますので、そこを一度見てください。大人も京都はね、まだ空いてますので、京都の寺子屋でね、学びたい人もぜひぜひ、ウェブサイトから応募していただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は以上でございます。バイバーイ。